ここは。すごいです。ひょっとして君らが言ってた巨大人形かい？ああ、レンっていう子が使っていたパテルマテルだけど。ここに保管されていたのね。しかしまさかこの屋敷の地下にこんな場所があったとは。何気に動力ネットの端末らしきものもありますし、まさか子猫はここから無線でネットに介入して。それで何の用だ？時間を割いていただいてありがとうございました。実はいくつかあなたにお聞きしたいことがありまして。大方カンパネルらがちょっかいをかけたというところか。じいさん、あんた勘違いするな。確かにわしは結社の関係者だが、あくまで一介の人形師に過ぎぬ。結社の計画そのものに直接関わっているわけでもない。それじゃあのカンパネルラという少年が何をしようとしているのか、あなたはご存じないと？知らぬし知る立場にもない。ただ彼は使徒ではなくレギオンだ。実際に結社が進めようとする計画を提案する立場にはない。それを企画立案しているのはあくまで使徒ということになる。ちょっと待ってください。なんだか話が急すぎて理解が追いつかないというか。重要な内部情報みたいだけど簡単に喋っちゃってもいいわけ？別に禁ぜられてはおらぬからな。それにこの程度の情報ならば知る者はそれなりにおるだろう。教会やギルド、大国の諜報機関ならばとっくの昔に掴んでいるはずだ。にもかかわらずあなたはここで人形を作り続けていられる。そもそも結社の全貌を知る立場にはないからな。例えばオーバーマペットですらここ以外の複数の工房の技術からも成り立っている代物だ。言うならばここは無数にある巨大な蛇の尻尾の一つ。ギルドや教会あたりが簡単に乗り込んでこないのはそういった理由もあるのだろう。なるほど。ただ摘発するよりは必要に応じて情報を引き出す。その方が利用価値があるってか。そう。それに加えてこの工房にも備えがある。もしお前たちが逮捕令状を取ってここに踏み込んできた場合、発見できるのはおそらくガランドの工房だけだろう。そのパテルマテルも含めてな。なんなら今この場でわしの身柄を拘束してみるか。またとない機会かもしれんぞ。いえ、遠慮しておきます。確かにあなたからは話を伺うだけの方が良さそうだ。ロイド、ちょっと納得はできませんけど。賢明だな。どうやら具体的にいろいろと聞きたいことがあるようだが、3つに絞るがいい。答えられる内容ならば答えよう。
わかりました。この老人から聞きたいこと、それは。アンギス、大いなるマスターの意を受け計画を実現する7人の幹部のことだ。わしも全員について詳しく知っているわけではないが、近々このクロスベルを訪れるという人たちならば知らぬでもない。それは一体どういう人物ですか？一人は第6中にして結社の技術ネットワークである13工房を統括する男だ。結社きっての理論家にして貪欲極まるエンジニア。まあたちの悪い男だとだけ言っておこう。そんな風に言われましても、どうたちが悪いんですか？良くも悪くも自分の知的好奇心を満たすことしか考えていない男だ。どのような目的でこの地を訪れるつもりなのかは知らぬが、少なくともクロスベルにとって良い予兆とはとても言えぬだろう。確かに聞いた限りたちが悪そうではありますね。そしてもう一人、鋼の名を冠する第7中がクロスベル入りするという情報がある。鋼？なんつうかちょいとヤバそうな響きだな。うん、少々謎めいた人物でな。一つ言えるとしたら、お前たち全員が束になって挑んでもかなわぬほどの達人というくらいか。俺たち全員でも？へえ、ずいぶん自信満々だね。まあ忠告程度に思っておけ。第6中と違い高潔な人物とは聞いているが、下手に挑んだりしたら間違いなく返り討ちに遭うだろう。先ほども言ったようにわしも詳細は知らぬ。ただ伝え聞く話によるとこんな風に呼ばれているらしい。減塩計画と。減塩計画？意味深な名前だね。その計画は1年半前のリベールのような異変をクロスベルにもたらすものですか？もしそうなら絶対に認められません。繰り返すがわしも詳細は知らぬ。ただ一つ言えるとしたら、リベールほど結社の介入が大規模ではないというくらいだ。そもそも結社は闇の存在、本来あまり表舞台には出ぬからな。なんつうか全然安心できねえんだわ。むしろ名前だけというのが逆に不安を煽っているような。 DG 教団か。わしの知る限り直接のつながりがあったことはないようだな。レンがいた連中のロッジを結社が潰した事実はあったが。それって楽園っていう？各地の有力者を取り込むための場所だったらしいな。大方結社の息がかかった有力者をターゲットにしたため殲滅の対象となったのだろう。レンが生き延びたのは行幸というより他にはないな。だからといって結社ってのがまともとはとても思えねえな。正直そんな説明だけじゃ納得できそうもないんだけど。言っただろう、わしの知る限りと。どう判断するかはお前たち次第だ。
これで3つか。時間を取られた。そろそろお引き取り願おうか。でもロイドさん。そういう約束だ。今回はこれで引き上げよう。また機会があれば話を伺いに来ても構いませんか？まあ気が向けばな。そもそもお前たちにとって気がかりは我々だけではあるまい。国家独立とやらを前にして警戒しなくてはならぬ勢力は他にいくらでもあるのではないのか。それは。まあ確かにな。そういった勢力の動きも全部知っていそうだけどね。さてな。さあ帰りもその子についていくがいい。はぐれたりしたら身の安全は保証できんぞ。なんだか夢を見ているみたいだったわね。減塩計画、そしてクロスベルを訪れるという2人の使徒の存在。正直突拍子もなさすぎて現実感がないんですが、どこまでが本当なんでしょうか？リベールの異変を聞く限りシャレにならない連中なのは確かだろう。ただリベールの時とは違って大規模な仕掛けをしているようには感じなかったけど。まあ巨大な飛行戦艦まで現れたっていう話だからね。あのパテルマテルっていう巨大人形も持ち出したみたいだし。よく知ってるな。一家の機密情報なのに。そんなことまでホストの間では噂が広まっているの？まあそんなところかな。どうした二人とも。いえ。ああちょっとな。ティオスケの方はまた別の考え事みてえだな。そうですね。先ほど案内してくれた人形にしてもそうなのですが、結社というのはどうも遊びが多い組織だと思いまして。遊びが多い？エプスタイン財団や ZCF を上回る技術力を持ちながら、それを無駄に使っているような。あのパテルマテルにしても、あんな人型兵器を実用レベルで作ったら飛行艇50隻は作れてしまいそうです。そうなのか？豊富な資金源があるのか、それとも。でも確かに軍隊や犯罪組織は基本的に効率性重視の組織形態です。遊びの部分などは極力持たずに目的のために冷徹に動いていく、そういった合理性はあまり感じられませんでしたね。俺が思ったのもそこでな。いかにすごい技術を持っていようが化け物じみた連中を抱えていようが、赤い星座クラスの両兵団やヘイユエみたいなシンジケートの方が現実的な脅威は上かもしれん。ましてや帝国、共和国みてえな大国とまともにやり合えるとも思えねえ。なるほど。となると、そうした勢力が複雑な対立状況を作っている現在、結社のような連中がわざわざクロスベルに来て何を狙っているのかが問題なわけだ。そうね。テロリストたちを支援したのも単なる気まぐれだったみたいだし、どうも現実的な勢力争いに積極的に関わっているわけではなさそうね。
としたら現実的ではない目的のために動いているということでしょうか。そうなるとさすがに俺たちにはお手上げになっちまいそうだな。でも実際に何かしようと企んでいるのは確かみたいですし。とにかく一度支援課に戻ろう。課長には話しておきたいし、警備隊やギルドにも連絡を取りたい。結社が何をするつもりでも最低限備えることはできるはずだ。ええ、わかったわ。そんじゃ一旦クロスベル市に戻るとすっか。おっと、あら、早速どこかで問題でも発生したのかな。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ロイドさん、やっとつながりました。フランカ、お疲れ様。ひょっとしてさっきからエニグマにかけてくれてたのか？でもなぜだか全然つながらなくって、他の皆さんのエニグマにも一通りかけたんですけど。人形工房の地下に動力波を遮断する仕掛けがあったみたいだな。すまない、ちょっと特殊な場所を訪ねていて。どうしたんだ？急ぎの支援要請でもあったか？いえ、そうではなく、実は30分前、西クロスベル街道で列車の脱線事故が起きたんです。本当か？それは。はい、すでに捜査二課が現場検証に向かっています。警備隊も動いていますし、ロイドさんたちが行く必要はないと思いますけど、念のため連絡しておこうと思いまして。そうか。ありがとうフラン。また何か続報があったらこちらにも伝えてほしい。了解しました。何か問題でも？フランからの連絡だったみたいですが。ああ、なんだと。脱線って動力鉄道のことですよね。ああ、すでにニカと警備隊が現場に向かっているそうだから任せてもいいと思うけど。さすがに気になりますね。ああ、このきな臭い状況でタイミングが良すぎだろう。まあ単なる事故とはちょっと考えにくそうだね。ロイドさん、どうするの？結社についての情報は今日中にまとめて伝えればいい。俺たちもこのまま事故現場の方に行ってみよう。例の幻獣か、それとも何らかの組織による仕業か。少なくとも現場検証の手伝いくらいはできるはずだ。それじゃあ急ぎましょう。こりゃ車を使ってパーッと行った方が良さそうだな。